カンバラを聞こう。皆さんこんにちは。안녕하세요。風花です。今回は韓国4大ボーカリストキムナ・パクイの3番目パクヨジンさんの代表曲雪の花をカバーします。この曲は日本でもおなじみの中島美嘉さんの雪の花の韓国語カバーでございます。中島美嘉さんの原曲が2003年に発表されて、翌年2004年にパクヨシンさんの韓国語カバーのバージョンが発表されております。この曲がごめん愛してるというドラマの OST として大ヒットし、実力派歌手としてパクヨシンさんが広く知られるようになったきっかけの曲でもありますね。今回はまた歌詞紹介で日本語歌詞と韓国語歌詞の比較をしながらお届けしていこうと思います。懐かしのドラマごめん愛してるですが、韓国での放送は2004年だったんですね。もう19年前のドラマなんですよ。今回確認のためにちょっと調べてて、もうそんなに時間が経ったんだなと思いましたね。私はこのドラマはレンタル DVD を借りて全話見ていた記憶があります。内容はこの時代の韓国ドラマらしい、もうひたすら切なくて辛い中にほんの少しの幸せが垣間見えるような、そんな内容でしたね。韓国語タイトルはミヤナダ・サランアンダというんですが、このミヤナダとサランアンダの頭文字を取ってミサと呼ばれていたんですね。ミサ俳人という言葉が韓国で流行したぐらい、このドラマの俳人になる人が続出したという名作ドラマでございました。今改めて見てみると、この時代のファッションが独特というかですね、やっぱこういう時代だったなというのを感じますね。イムスジョンさんが鮮やかなグラデーションのニットワンピを着ていて、ソジソプさんが真っ赤なタンクトップを着ていると、その2人が風を切って走るシーンというのが有名なんですけれども、この頃の韓国のファッションって原色系が多かったように思うんですよね。いわゆるビビットコーデというか、鮮やかな色の服が流行っていたように思います。私は大学生の頃に韓国のファッションにすごく憧れがあって、真っピンクのパーカーを着てみたり、紫色のダウンジャケットを着たりしてました。でもその当時はね、日本で原色系の服ってそんなに多くなかったので、街で浮いてましたね。やたら鮮やかな人みたいな感じで。でそれで初めて韓国に行った時に、トンデムンシジャンっていうね、東大門市場で売っていた服がね、もう原色だらけだったんですよ。でそれですごく感激した覚えがあります。イムスジョンさんが着てたような虹色のニットとかがあちこちのお店で売っていて、私はすごく鮮やかな紫色のボーダーのニットワンピを買ってですね、またそれを日本で着て浮いてたんですけれども、韓国に行って好きな服を買えてとても幸せでしたね。この頃はもう周りの視線よりも自分の好きな服を着ることを優先していた学生時代でございました。少し話は変わるんですけれども、看護師さんって韓流ファンの方がちらほらいらっしゃるんですよ。それも最近のっていうのじゃなくて、20年前のいわゆる第一次韓流ブーム、ヨン様の時代からの根強い韓流ファンの看護師さんにね、時々出会うことがあるんですよね。以前アルバイトに行っていた病院の看護師さんにソジソプさんの大ファンの方がいて、カバンにソジソプさんの写真のキーホルダーをつけていらっしゃったんですよ。でそれで私がソジソプさん好きなんですかというふうに聞いたら、先生ジソプをご存知なんですねってなって、そこからね一気にその看護師さんとの距離が縮まったということがあったんですね。でこの看護師さんもごめん愛してるからソジソプさんの沼にはまったっていうことでですね、ドラマの話でひとしきり盛り上がったんですよ。
そしたらその後外来で一緒に仕事をしている時にちょっと私が入力ミスをすることとかがあるんですよね。でそれでごめん間違えちゃったごめんねって言うと、その看護師さんがすかさず近づいてきてですね、小声で愛してるって囁くようになってですね、私のごめんを必ず愛してるで拾ってくれる看護師さんというのがいたんですよ。で毎回2人でこのごめん愛してるを思い出してね、ニヤニヤしながら楽しく仕事をしているとね、そんな時期がありました。これ傍から見たら相当怪しい関係に見えたかもしれないですね。こんなねごめん愛してるにはそんな思い出話もあります。では今日歌う曲の話題に入っていきますね。去年の1月にパク・ヨジンさんの歌唱技術の変遷について解説した回があるので、詳しくはそちらを聞いていただきたいんですが、2000年代前半のパク・ヨジンさんの歌い方というのは歌声のポジションが低めかつ後ろ寄りなんですね。胸の響きが強いハスキーボイスを基本としていて、高音とか裏声は後頭部に抜けるような体の背面に響くような声の出し方をされておりました。そして中島美嘉さんも比較的後ろの響きが強い歌手なんですよね。前にバンバン鳴らしていくっていうよりかは体の内側で響くような声をされているので、この頃はねお二人の歌声のポジションが近かったと思います。中島美嘉さんの哀愁漂う儚い歌声が曲の雰囲気と最高に合ってるっていうのが雪の花のね魅力だと思うんですけれども、韓国語バージョンを聞いた時にパク・ヨジンさんが男性の声にもかかわらずこの原曲の雰囲気をねしっかり再現されているということに感動しましたね。先月に歌詞比較をしたボアさんのメリクリでは日本語と韓国語の歌詞で世界観に違いがあったんですが、この雪の花はですね使っている言葉が非常に似ています。全く同じ内容を韓国語で言い換えてるっていうフレーズも多いので、韓国語を勉強中の方で日本語の雪の花の歌詞をご存知の方はですね、歌詞を比較してみると面白いと思います。原曲の日本語歌詞では現在進行形に幸せな2人の様子が歌われているんですけれども、韓国語歌詞の方は別れた後に幸せだった時の2人を思い出しているような表現が出てきます。今回は1番の歌詞を日本語と韓国語比較しながら紹介していきます。まず A メロの部分、日本語歌詞は伸びた影を歩道に並べ夕闇の中を君と歩いてる、手をつないでいつまでもずっとそばに入れたなら泣けちゃうくらいという歌詞でしたね。この泣けちゃうくらいの後にきっと泣けちゃうくらい幸せっていう言葉がね隠されているようなニュアンスを感じます。一方の韓国語歌詞ですね。어느새 길어진 그림자를 따라서いつの間にか長くなった影に沿って탕검이진 어둠 속을 그대와 걷고 있네요。これ直訳すると夕暮れが沈んだくらい中を君と歩いているのですっていうことなんですけど、日本語歌詞の夕闇の中を君と歩いていると同じ意味だと思いますね。そして次です。손을 마주잡고 그 언제까지라도手をつないでいつまででも함께 있는 것만으로 눈물이 나는 걸요。一緒にいられるだけで涙が出るのですというね、直訳するとこういう意味なんですけど、もうここは A メロ本当に日本語と全く同じ内容が韓国語で歌われております。そして B メロのまず日本語歌詞ですね。風が冷たくなって冬の匂いがした、そろそろこの街に君と近づける季節が来るという日本語歌詞ですが、韓国語の方は바람이 차가워지는 만큼風が冷たくなるほど겨울은 가까워오네요。冬は近づいてきますねというねところなんですけど、ここがねもうメロディーと歌詞の音程が全く同じなんですよ。日本語が風がっていうところでパラミっていうので音程も歌詞も同じ状態になってるってことですね。で続きの韓国語歌詞です。조금씩 이 거리 그 위로少しずつこの通りの上に
그대를 보내야 했던 계절이 오네요.君を見送らなければならなかった季節がやってきますね。というね、直訳になります。これね、最後のフレーズだけ真逆のことを言っているんですね。日本語は君と近づける季節が来るだったんですけど、韓国語は君を見送らなければならなかったっていうワードが出てくるので、別れた後に回想してるんだなっていうことがこのフレーズでわかります。ではサビに行きますね。まずサビの部分の日本語歌詞。今年最初の雪の花を二人寄り添って眺めているこの時に幸せが溢れ出すという前半部分ですね。ここ韓国語では何を言っているかというと、지금 올해의 첫눈 겉을 바라보며今年の最初の雪の花を眺めながら함께 있는 이 순간에一緒にいるこの瞬間に내 모든 걸 당신께 주고 싶어僕のすべてをあなたに捧げたい이런 가슴에 그댈 안아요こんな気持ちで君を抱きしめますという内容なんですね。ここも結構似てますよね。本当に最初の雪の花を眺めながらっていうのはもうほとんど同じ表現が日本語でも韓国語でも出てきます。そして後半の部分、日本語は甘えとか弱さじゃない、ただ君を愛してる、心からそう思ったという結びですけれども、韓国語歌詞に行きます。약하기만한 내가 아니에요。弱いだけの僕ではないですよ。이렇게 그대를 사랑하는데こんなにも君を愛しているのに그저 내 맘이 이럴 뿐인 거죠。ただ僕の気持ちはそれだけですという歌詞なんです。これも使っている言葉は似ていますよね。で、ただ日本語の歌詞では幸せが溢れ出すっていうのが出てくるんですけれども、韓国語歌詞はね、別に幸せっていう表現は出てこなくて、ただ相手への一途な気持ちを歌っています。で、こんなにも君を愛しているのにという言葉には、多分その後にそれでも一緒にいられなかったんだよというようなニュアンスがね続くような、ちょっと寂しい感じですね、韓国語歌詞の方が。そんな違いがある歌詞でございました。では曲を聴いてみてください。パク・キョシンさんの雪の花をカバーしました。はい、いかがでしたでしょうか。いや、そもそもね、雪の花って日本語でも結構難しい曲なんですよ。特にサビで急激に音程が上がる花をのところですね、高い裏声のところです。で、これがたまたまなのかわからないんですけど、日本語の歌詞ではほとんどね、の母音で統一されてるんですよ。雪の花をとか弱さじゃないですね。弱さじゃないってないで上がるんで、でこのようにね、同じ母音だと声を当てる位置が安定してやりやすいんですけれども、韓国語歌詞はね、毎回この高いところの母音が違うんですよね。で、それでちょっと歌の難易度が一気に上がる感じがあって、それが難しかったです。特に最初のサビのところですね、パラポミョのこのポミョを高い声で出すっていうのがすごく難しくて、ここはもうあおあおっていう風に母音だけでたくさん練習して声を当てる位置をね安定させるっていう練習をすごくしました。なので歌うのはこれ私が日本人だからかもしれないですけれども、日本語の方が簡単ですね。韓国語になった途端に一気に難しくなったという曲でございました。今日また YouTube に歌ってみた動画が上がります。 YouTube の方は韓国語歌詞を動画内に表示しています。その他の韓国語字幕は YouTube 字幕でお楽しみください。また概要欄の質問箱からメッセージや質問、リクエストなどぜひ気軽に送ってください。日本語でも韓国語でも大丈夫です。また3月のリクエスト企画、数曲の余裕がありますので、リクエストがあれば送ってください。ではまた次の放送でお会いしましょう。さようなら。15分だ。